どうも、キャミです。先月に言いましたが、引退します。理由としては本当に単純で、やる気が燃え尽きたからですね。それだけなら、わざわざ引退までしなくても、またやる気が出たらやったら良いのではないのかと思いますよね。しかし私はやる気がないのに加えて、RTA をすることが時間の無駄だと思えるぐらいにまで関心を失ってしまいました。それでアカウントを持ってることにすら嫌気をさしたので、SRC を含む私の SNS をほとんど削除しました。かろうじてブルスカとこのチャンネルは消していませんが、このチャンネルが残ってるのはぶっちゃけただの自己満だと思います。1日に数時間 RTA をして多大な功績を残していた去年の今頃の自分を見て余韻に浸っているだけです。なんか X の引退宣言のポストや Google サイトに書いていることと違うじゃないですか。あれはほとんど殴り書きのようなことだったので忘れてください。今から言うことが多分本音です。まず RTA をやめようというのは今年の7月の初めぐらいから思っていました。世界一位とって目標もなくなったせいでやることなくなってだんだん飽きてきたからですね。しかしその話はスイッチ2に当選したせいで消えてしまったんですね。それに加えて当時私以外にルイマン2界隈でまともなタイム出してて SWITCH に持ってる人がいなかったんで、どれぐらいの影響があるか気になったんですよね。そして結果がこれですと。それでこんな記録出せたら普通は自信ついてモチベ出まくってもっとやろうって思うじゃないですか。実際そうなったんですけどね、この走りにはそれを一瞬で終わらせる要素があったんです。それがスタンブリッジって技です。この技がどのようなものなのかと知らない人に言うと、開始して1時間20分ぐらい経った時にやるフレーム技です。猶予がどれぐらいかは忘れましたが、1フレから3フレの間ぐらいだったと思います。それでこれを決めると、やらなかった場合と比べて40秒から50秒ぐらい速くなります。話の流れ的におおよそ察しはつくと思いますが、なんとこの走りではそれが決まってしまいました。なので次回以降はこれをやらないとまともにすることができなくなってしまうというプレッシャーがまず私を襲いました。そしてその次に襲ってきたのがスイッチ2当選で薄れていた RTA やめたいなって気持ちです。なので一旦その気持ちを抑えるためにスイッチ2で発売されたゲームなどを休憩がてらにやりましたが、それがかえって悪い結果となりました。 RTA やめたい気持ちがあったのもだと思うんですけど、 RTA やってる時よりもそれをしている時の方がはるかに楽しかったんです。なのでどんどん RTA やってる時間がもったいないなと思うようになってきたんですね。それでいよいよマジで9月やめよっかなと思ったんですが、私がやっていたルーマン2とは別のゲームで並走会があって、そこで結構うまくいったせいで首の皮1枚つなぐかのように RTA に対するモチベが復活してしまいました。それがなかなかで、記録出す気すらなかったのに記録出すために1日8時間とか練習するようになってしまいました。ですが練習している間にも例のゲームに気を取られてそっちに気が流れていきました。その結果、なんと練習が一通り終わってこれからいよいよ投資って時にモチベが燃え尽きました。それでルイマンにもそのゲームもやる気がなくなってしまい、私の RTA に対するモチベは完全に消えました。そしてやめるタイミングを伺っていた時に神が参りました。ビーシャスです。ある日の朝起きてみたら、この人によって欄が承認されていたので RTA をやめたかった私はこのことをきっかけに引退ツイートをし、いろんな人にモチベなくなったので引退しますということを伝えました。この当時はその後衝動でいろいろ急にやってしまいましたが、思
思い返してみると2年近くやったくせにこの終わり方は締まりが悪すぎるし、24,302の動画で投稿が止まっているのを見ると引退を知らなかった人たちが困惑すると思ったのでこの動画を投稿しました。なのでこの動画が本当の最後です。この動画を投稿したのが2025年12月31日で、キャミ06として RTA を始めた2023年12月2日から2年が経過しているので、活動期間は2年間ということで本当にありがとうございました。思えば自分が RTA を知ったのは14歳の頃で、今となっては成人になりそうです。これまでいろんな人と出会い、メンタルが強くない自分は多くの人に助けられながらここまで来れました。夢見た世界1位を取ってから1年の時を経て引退という結果になりましたが、少しでも皆さんの記憶に残る RTA プレイヤーになれたならこの2年間に一切の後悔もないです。最近では新たな日本人奏者のジョコジョコ氏によるルイマン 2% の解説動画が YouTube にて投稿されそうです。私はその解説動画がきっかけで日本においてよりルイマン2の RTA の存在が認知され、奏者が増えることを願っています。私もなけなしで始めた YouTube も2年前の自分では考えられないぐらい見ていただけるようになり、見てくださった皆様、いろいろ教えてくれた方々の支えがあり今の自分があると思っています。自分にとって RTA はもはや人生の一部であり、これから先それよりも熱くなれるものが見つかるかは分かりませんが、この感情を糧にして次の人生にステップアップしていきたいと思っています。改めてこの2年間応援してくださった方、いろいろ教えてくれた方、そしてこれまで関わってくれた全ての皆様へ本当にありがとうございました。最後になるのでマジでお世話になった方々を紹介します。まず1人目はミクロン氏です。言わずと知れたルイマン界の神です。彼はルイマン2は走ってはいませんでしたが、それでもあまりなお界隈外で馳せていない私にいろいろ関わってくれました。本当にありがとうございました。2人目はアルティメットウルトラスーパーハイパーギガントギャラクシーアルティメットギガントゼウスゴトブラーズです。彼はルイマン2の神です。誰が何を言おうとも誰がどんなタイムを出そうとも彼はルイマン2の王です。勝者です。本当にあなた様からはいろんなことを学ばせていただきました。配信に来てくれた時は本当に嬉しかったです。ありがとうございました。3人目はツイステッドエルフ氏です。彼はルイマン3の神ですが、ルイマン 2HD が発売されるとそちらの方も走られて、特に2024年の7月頃はタイムを争いました。私が本格的にツイッチで配信を始めた頃から見てくださり、よく配信に見に来てくれたり、短縮技の情報共有などもしました。私がルイマン3の RTA をした時にはものすごく丁寧に技の解説までしていただきました。本当にいろいろとお世話になりました。心から感謝申し上げたいと思います。これからもルイマン3やその他のスピードランなど頑張ってください。応援しています。これで私からの言葉は以上となります。ということで改めまして2年間本当にありがとうございました。最後に2年間の主要な出来事をまとめたエンディングを流して本動画を締めたいと思います。右に2年間の歴史の英訳を載せていますが、翻訳がおかしかったらごめんなさい。それでは皆さん良いお年を、そしてどうかお元気で。